大阪の陣。どうする家康に学ぶ日本史。なぜ秀頼は家康に滅ぼされたのか。徳川家康は豊臣秀頼を2度の大阪の陣で自害に追い込み、攻め滅ぼした。なぜ秀頼は家康に滅ぼされたのだろうか。詳しく見ていこう。家康は秀頼が寄進した京都方広寺の梵鐘の僧清観が書いた銘文に難癖をつけて戦いのきっかけを作った。1614年慶長19年11月、家康は大阪冬の陣で20万の兵士を動員して大阪城を攻撃した。大阪方は全国から9万人の浪人たちを集め、大阪城に立てこもった。この戦いで真田信繁が大阪城の弱点と言われた南側に真田丸を築き、東軍に大きな打撃を与える。家康は大阪城北方に大筒を設置して、主戦論者の茶々がいる住居付近を攻撃した。大筒の攻撃で数人の侍女が即死したことでショックを受けた茶々は和睦に応じる。徳川方は本田正純と阿茶局、豊臣方は茶々の妹の初如光院が朝廷に入った。和睦の条件として家康は本丸を残し、大阪城の二の丸三の丸を破壊することを求めた。この大阪城の二の丸三の丸の破壊に関しては、家康が勝手に全ての堀を埋めたとする説と、大阪方も承知していたとする説がある。この後、大阪方が家康に抗議したために、翌年に大阪夏の陣が起こるのである。もしも全ての堀を埋められることを大阪方が納得していれば、大阪方は抗議しないだろうし、大阪夏の陣は起こらなかっただろう。徳川家康は長年、織田信長の下でナンバー2として厳しい指令にも逆らわず、忍従の日々を過ごした。それは豊臣秀吉が天下人となってからも変わらなかった。家康は30年余りを天下人に耐えながらナンバー2として仕えたことになる。ところが関ヶ原の合戦で勝利した家康はやっとトップの座を手に入れるのである。しかしこの時点で豊臣家は65万石の一大名になったとはいえ、大阪城の蔵には巨万の富が眠っていた。この秀吉が残した莫大な遺産があったために、依然として豊臣家は大きな影響力を持ち続けるのである。ナンバー2の地位に落ちた豊臣秀頼がこの時以前の家康のように従順な姿勢を見せていれば、豊臣家は滅びなかったかもしれない。しかし関ヶ原の合戦が行われた当時、秀頼はまだ8歳の子供だった。せめて豊臣家に有能な家臣が生き残っていれば状況は変わったが、ほとんどが関ヶ原の合戦で死んでしまった。秀頼や茶々を諭して大阪城を出て大和郡山の一城主になっていれば、豊臣家は生きながらえていたに違いない。しかし茶々や大野春長らの首脳陣はナンバー2という地位がいかに不安定で
危険であるかを理解していなかった。ナンバー2は家康のように実力は持ちながらトップに従順な態度を示し続けなければならない。長年の人質生活を送った家康と同じ苦労を秀頼や茶々たちに求める方が酷というものである。苦労人の家康には自分以外にそのような任従を豊臣家の人々ができないことは最初から分かっていた。そのため家康は関ヶ原の合戦に勝利を収めた時点ですでに豊臣家は滅ぼす以外にないと考えていたに違いない。大阪夏の陣で豊臣秀頼と茶々は家臣たちと自害して豊臣家は滅亡する。自害した人たちの中には宝光寺梵鐘の名文を書いた僧侶清観もいた。清観は自分の書いた名文のために豊臣家が滅びることになったため責任を感じていたという。大阪夏の陣の後にも落城した大阪城の土蔵にはまだ黄金28,000枚銀貨24,000枚が残っていたという。豊臣秀吉が残した遺産がどれだけあったのかは想像もつかない。だがこの莫大な遺産が秀頼や茶々を狂わせたと言えなくもない。もしも秀頼が金もなく単なる一大名に落ちぶれていれば家康に自害にまで追い込まれなかった。豊臣秀吉が我が子秀頼のために残した莫大な遺産、その遺産が豊臣家を滅ぼしたと言えなくもない。西郷隆盛の言葉「子孫に美伝を残さず」はやはり時代を超えて真実なのかもしれない。